それではメイキング解説始めていきます。まずは教室の机を作っていきます。机の大きさのキューブを用意したら、そこにサブディビジョンサーフェスを追加します。ループカットで補助の辺を入れながら形を整えていきます。引き出し部分も台形をベースにしてサブディビジョンサーフェスを使って作りました。参考資料を見ながらサイズや形状など正確に作っています。合わせて引き出しの縁の部分も作っておきます。こちらは辺をカーブに変えてからそこに厚みを与えて形を作っています。机の足もパイプの形状のカーブを作ってからそこに厚みを与えるだけで作れます。側面にあるフックも同じ要領で作っています。足の先にあるゴムのパーツも作れば机のモデルの完成です。同じ要領で椅子も作っていきます。椅子は座面が曲がった形をしているので、プロポーショナル編集を使って滑らかな形に仕上げています。座面と背もたれの形に沿ってパイプも作ります。こちらは左右対称な形のためミラーモディファイヤーを使いました。背もたれの部分も座面と同じようにして作っています。また半球を潰して作った金具のモデルを座面と背もたれの四隅に配置しています。合わせて足にゴムのパーツをつければ椅子のモデルの完成です。モデルが完成したのでマテリアルを作っていきます。今回は引き伸ばしたノイズテクスチャーを使って色や粗さを調整して木材の見た目にしています。コートの値も上げて学校の机らしい見た目にしています。金属のマテリアルも作ります。ここでもノイズテクスチャーを使って2種類の色をミックスすることで色ムラをつけています。粗さやメタリックの値には定数を入れています。リアルに寄せすぎると作品全体のバランスが崩れそうだと感じたので、ここはシンプルな見た目にしています。床にはテクスチャーの素材を使っています。最終的に画面には映らない部分ですが、光の反射など間接的な影響を及ぼす部分ではあるので、それなりに調整を入れています。ここまでできたら机を複製して教室の壁や窓を作っていきます。この時も机のスケール感とズレが出ないようにサイズを調べながら実寸で作成しています。窓枠はそこまで目立つ部分ではないので最低限のディティールで作っています。窓もシンプルな形で作ってそれを複製しています。窓のサイズに合わせて窓枠や柱を移動させたらカメラの画角も決めておきます。ここでアセットからトランペットのモデルを持ってきて机の上に置いています。合わせて椅子を机の上に上げて放課後の雰囲気を出しつつ画角も再度調整しています。窓枠に金属のテクスチャーを割り当てます。スケールをいじって一方向に引き伸ばすことでヘアライン加工のような見た目に変えています。窓の部分にはシンプルなガラスのマテリアルを割り当てつつ、壁や窓の下の部材にもテクスチャベースのマテリアルを割り当てています。合わせてワールドも設定しておきます。今回はフィジカルスターライト&アトモスフィアというアドオンを使いました。パラメータをいじるだけで好みの空の色や雲を作ることができるアドオンです。天井やサイドの壁がなかったのでここで追加しています。
カラーマネジメントの設定も変えながら好みの見た目になるようにワールドを調整しました。続いてカーテンの作成です。今回はクロスシミュレーションを使って作りました。細分化した平面の上部分だけが端に寄るようにシェイプキーを設定したら、その値をキーフレームとして挿入します。そこにクロスシミュレーションを追加して再生することでカーテンの形が出来上がります。今回は風になびくカーテンにしたかったので、フォースフィールドの風を追加しています。風の強さやノイズの量を調整しつつ、繰り返しアニメーションの再生を行っています。望み通りの形になったらアニメーションを停止して配置します。マテリアルも割り当てておきます。布のテクスチャーを使っていますが、それだけではカーテンらしい見た目にならなかったので、透過シェーダーを混ぜたりしていろいろと試行錯誤をしています。またそもそものカーテンの幅が短く感じたので、ここで横幅が長いカーテンへ作り変えています。マテリアルについても透過具合を高めつつ放射を加えることで透け感のあるカーテンの見た目にしています。窓の外には樹木を置いて高さの情報を付け加えています。机や椅子の位置も整えて譜面台のアセットも追加しておきます。最後にコンポジットの設定をしてレンダリングをすればブレンダーでの作業は終了です。ここから Photoshop での作業に移ります。まずは各種調整機能でベース画像の色味や明るさ、コントラストを調整します。イラストのような印象に仕上げたいので、特に影が黒くなりすぎないように意識して調整しています。調整を終えたらコンポジットで書き出したグレアの画像を重ねて光の効果を強調します。ここからはマスクを使って部分ごとに調整していきます。空は夕暮れを感じさせつつも暗くなりすぎないような色味にしています。青色の成分が強いと朝焼けに見えてしまうため、暖色系に寄せる意識をしています。続いて樹木の調整です。全体を明るく持ち上げつつ、空との境界部分を特に明るくすることで夕日が漏れ出ているような印象に仕上げています。トランペットはメインのオブジェクトではありますが、今回は空間全体の雰囲気を優先したかったので、目立たせるようには調整せず全体に馴染むような色味にしています。ここで下の方に水色を軽く入れて暖色系との色味の対比を作りました。窓枠の調整ですが、こちらも樹木と同様に夕日が漏れ出ているような雰囲気にしています。机と椅子の金属部分ですが、冷たい印象にするために青系の色をのせています。ただこちらは全体にかけると悪目立ちするため一部にとどめています。木材の部分は暖色に寄せて、譜面台は暗すぎないように調整しました。また画面の下の方を中心に塵の表現を追加してより淡い雰囲気に仕上げています。最後に端の方にぼかしの処理を入れて完成です。メイキング解説以上になります。ぜひチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。